はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。早速いきますね。よろしくお願いします。前回ね、恋愛に特化した動画見たいですかということでたくさんコメントありがとうございました。撮ります。こうやって全体を撮った後にこの恋愛にだけちょっと特化して撮ってみますので、少々お待ちください。この後すぐ撮りますのでね。では行きましょう。それからカペラノートのご予約もありがとうございます。本当に11月末ぐらいにね PDF が販売になります。買い損ねたよ、予約し損ねたよという方もちょっとだけ11月末に製本版あるかもしれないので、またチェックしてみてください。じゃあ行きましょう。11月前半です。なんかすごく動き出しそうな感じがしますよね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドナイト逆、ジャスティス聖地、ソード8逆、ワンドエース、タワー、ラバーズ逆、ペンタクス7逆、気をつけることや対策がカップ4の逆とワンド8とオラクルは死神です。いい何か終止符を打てそうな感じがしますね。まず星の話少しさせてください。星もとっても大事なので、カードは感情面とか気分によって変わる日常だとしたら、星っていうのは天気予報みたいなものなのでどちらも活かせます。でそれでいくとやはり11月1日が新月なんですね。でこの新月っていうのは、いて座の皆さんからすると少しちょっと見えないところで起こるというか、自分の意思とか行動よりももっと深いところで何か見えない動きの中で一つの区切りがあるよという形なんですね。でちょうど11月の22日から誕生日迎える方も出てくると思うんですけど、その前っていうのはいろんなものを整理していく、手放していくっていうものがとてもいい時で、なのでこの11月1日の日食っていうのは、何か自分の意思とは関係ないところで何かが決定されるとか、こういうことだったんだみたいなことがすごくはっきり分かるとかね。でそれによってすごく整理されて、意識も、マインドもっていうのかな、すっきりと前に進んでいくための何かの区切りがあるよっていう感じがします。もちろん意図的にその11月1日にこうなりたいとかこうしたいということを願ったり意図していただくのは全然構わないんですけども、何かその意図よりももっと深いところで大きな宇宙の恩恵としていて座の皆さんには一つの区切りが訪れるような感じがしますね。はい、でそれと11月4日から火星というバイタリティが獅子座に入るということで、いて座の皆さんも本当にこのエネルギーをものすごくポジティブに使えると思います。やってみようとか行ってみようとか、とにかく行動がとにかく広くなる感じがするんですね。恐れなく行動できるっていうのかな。やろうと思いながらできないとかためらうっていうのはもうあるあるだと思うんですけども、この11月4日以降はそのことに対して宇宙がもう後ろからお膳立てしてくれるよみたいな、背中を押してくれるよっていう時なので、行ってみたいと思うところに行ってみるとか、やってみるとか挑戦してみるっていうものがすごくしやすくなります。そうなんですよ。そしてね、どんどんその11月の今回前半の流れを見ていますが、どんどん後半になるにつけて動きがものすごく最初はゆっくりだったものがだんだん速くなって、わあ動き出したみたいな感じになりますので、本当にこの11月前半ぐらいじゃないですか、ゆっくりできるのはっていう感じがするんですね。それを表しているような気もします、カードでも。なのでちょっとカードで見ると、やはりオラクルのところに死神というカードが出ているので、何か終焉の時、何かを終える時だよっていうことなんですね。これはとてもいい卒業という形で捉えていただけたらいいかと思います。皆さん何かしら卒業した経験はあると思うんですよね。まだ卒業したくないとか、まだ学生でいたいとか思いながらも、もう時が来れば学校は出なければいけないとか、大人にならなければいけないみたいな、そういったものを何度も経験されたと思うんですけども、そういったことが何か皆さんの今の現状の中であるよっていうことなんですね。もうその古い時代は終わったんだっていう、もうこれまでの自分がこだわっていたことや、しがみついていたものや、自分にとっての安全だったものっていうものを卒業していくよ、もうそれは新しいいて座の皆さんにとっては必要ないねっていうような感じが
ある気がします。そして入り口がやはりワンドのナイトの逆なので、こうやろうと思ってるんだけどなかなか腰が上がらないとか、きっかけがつかめないみたいな思いとか、そういうちょっとしたジレンマもあったのかなって感じはしますね。ただ現状が悪いというわけではなく、やはりその自分のバイタリティとか今の状況とかそういったものをうまく考えてバランスとって今できることをやっていたんだっていう感じもするんです。でそれはそれですごくうまくコントロールされていたと思いますよ。ただその何かこう自分に負荷をかけずに安心した安全な領域で生きていくことももちろん幸せなんですけれども、何かいて座の皆さんこのね11月の4日以降というのは何かにチャレンジしたくなるとか何かを変えたくなるみたいな感じがあるので、安住の力出たくなるんだと思うんですよね。そのきっかけがじわじわ来てるなっていう感じです。なのでここまでの流れもご自身の中でやっぱりもうこれやめようかなとか、こういうふうに自分を律していたこととかね、自分の中のマイルールっていうものをもう外していこうかなみたいな、そういう問いかけっていうものがこれまでもあったと思うんです。そしてじゃあ11月から気持ちを切り替えて新しくやりましょうということですごく今やる気に燃えていたりとか、新しい目標があったりとか、今目の前にある携わること、仕事でもパートナーシップでも趣味でも何でも、なんかそれを頑張ろうっていう感じがすごく出てます。すごく前向きですよね。でそれに対してすごく大きな気づきがあります。ここでいきなりタワーっていうのがボーンと出てるので、びっくりするようなこととか、そうだったのかみたいな、そういう大きな気づきみたいなのがあるかもしれませんね。ちょっと見てみます。誰かと話をすることですごく感化されたりとかいい影響をもらうみたいですね。でもそれって全く受け入れがたい意見を聞くのではなく、自分の中にもわずかにあった可能性でもはっきりしなかったことを他者を通して見る、他者に言われるとか気づく、他者がそうしてるのを見て気づくとかもあるし、直接言われるのもあるし、話をしてやっぱりそうだなと思うのもあるみたいな形で、何か大きな本当に晴天の霹靂みたいなね、はあやっぱりそうかみたいな、なんかそういう気づきがあるみたいです。そういうことかみたいな感じですね。これとてもいい気づきですね。大きな気づきだと思います。自分を例えばすごくもっとちゃんとしなくっちゃとか、もっと完璧な人間にならなくちゃみたいな、そうやって頑張ってきた人にとっては、そんな必要は全くなかったんだみたいな、今の自分で、本当に十分だったんだっていうふうに思ったり、例えば自分が嫌われてるとか嫌がられてると思っていたものが実は受け入れられていたんだっていうふうに思ったり、何かもう本当に目の前がすごくクリアになる感じがするんですね。でそれは自分の中の大きな気づきだし、他者と関わることによって気づかされることみたいです。でそうやって大きな気づきを得た後にどうしますかっていう、その後の行動っていうのがすごく大事ですよね。で星はゆっくりとですが本格的に完全にもう表面的に動いてるなって思うのは11月後半なんですね。でももう4日ぐらいからなんか意識は遠いところに向かっていってるとか、次の目標を探していってるとか、動きたいみたいな気持ちにもなっているでしょうし、確かに宇宙の後ろからの応援はあります。でも現実を作っていくと、現実を選択していくのはやっぱり皆さんなので、そこでどうしようかな、その大きな気づきを得た後にどうしようかなということで何か迷ってますね、とても。その迷う気持ちをちょっとどう自分で納得させるかっていうものが一つテーマみたいです。いろんなものが絡んでますもんね。単に自分がその興味がなくなったからやめるとかそういうことではなく、やはり今まで自分がそこにかけてきたお金だったりとか、それによって得てきた収益だったりとか、いろいろね、仕事もプライベートのこともいろんなものが絡んでいるので、一概にスパッと決めにくいっていう感じがあって、ちょっと考えたいんだなっていう感じがします。これはあえてここでじゃあはいこうですよっていうふうに答えを誰かに言われてそうですかって決めるのではなく、本当の答えっていうのはもうすでに自分の中にあったとしても、ちょっと時間をかけて納得させたい、納得いく理由を自分の中でも探したいという形があります。ただ刻一刻と運命の流れというものは流れていっているので、状況はどんどん変わっていくって感じがしますね。
なので言ってみれば本当にこの状況の中で一番促されている大きなテーマっていうのは、何を終えますかっていうことなんですね。でこの終えるっていうのは本当に11月の前半で本当にやめなきゃいけないっていうわけではなく、ここで決意する、もうこれはやめるんだというふうに決意して、その準備をしていく、整えていくっていうのも全然ありです。はい、ちょっとこのね全体像を踏まえた上でちょっとお仕事のことを見させてください。気持ちがとにかくやっぱり4日5日あたりもうすごく前を向いてますから、何か目標なりやっぱこうしようみたいなのあると思うんですよね。それともう一つ思うのは、やっぱり11月前半に流れてきたこと、流れてきた提案とかお誘いとか、そういったものっていうのは全部受け止めてみた方がいいかもしれないですね。とてもいい気づきになりそうなので。はい、お仕事見てみましょう。お仕事でもタワー出ました。よかったですね。また出ました。ワンド8。そしてアクションということでソードのナイトです。すごいですね。すごい動きがあります。やっぱり何かやっぱり仕事に関してみたいなびっくりとかすごく大きな気づきがあるみたいです。自分が勝手に作り上げていた会社に対しての期待とか思いっていうものがもしかしたら壊れるかもしれないし、でもそれによって自分の力っていうものを信じて、じゃあやってみようみたいな次の扉が開くかもしれないし、もしくは同じ別に会社の中で辞めたりとかはしないけれども、今まで言われるがままだったことを自分で発起していくっていうのかな、自分で提案していく、そして変えていくみたいに、何かを壊していく、自分の中のバリアとかそういったものを壊して外に出ていくんだって感じがすごくします。でそれはすごくそれ応援されてる時なので、もう行くと決めたら応援部隊は来ますみたいなね、それカペラノートの11月のとこにも書いてましたけども、本当に今自分が決めたら決めたことに対して宇宙の応援部隊がブワーッと来て、ものすごく背中を押されるって感じがあるので、お仕事のことに関してもし何かしら強いインパクトがあれば、それはすごくいいチャンスだと思っておいてください。すごいチャンスね。楽しみですね。で、人間関係見てみますね。全体的な人間関係ですけれども、カップの7、ワンド4、ソードの5ということで、人間関係はね悪くはないです。ただ今まで関わってきた仲いい人たちとか、そういう人たちとは全然普通にこれからもやっていける、むしろいい関係がそのまま継続していけますよっていう感じなんですが、もっと違うものを求めてるんだって感じがするんですね。いて座の皆さんにとっては今の状態がいいのはいい、これはこれでいいけれども、別の何かを求めている。でその別の何かを求めている時に、あれかなこれかな、相手はどうかなみたいな、でも自分はそこまで犠牲になれないしなみたいな、そういうちょっとした戸惑いもあり、なおかつやはり誰だって傷つくのは嫌ですから、自分が骨折り損になりたくないとか、そういった思いっていうのは、あるんだなっていう感じはします。そうね。要するに現状は悪くない、これまでの関係も悪くない、だけど何か新しい刺激を関係性の中で見つけたいのであれば、やはりリスクや恐れを回避するというよりは、恐れがあってもリスクがあっても自分が欲しいものを感じたい感情や関わりたい関係っていうものを求めていくっていうのがいいような気がしますね。ここでやはりクリエイティビティということでカップのナイトが出てきているので、本気でいて座の皆さんが求めれば与えられますよっていうふうに言われてる気がしました。これは本当にそういった優しさ、人からの優しさや思いやりや何かアプローチがあるよっていうカードなので、行きたいけど引っ込むけど本当は来てほしいみたいな、そういった自分の中で納得いかない、どうにもできない関係性とか、そういうのに別にそれが問題なわけでもないんだけど、そこをもし超えたかったら本当に望むものを自分が求めていってくださいっていう気がしました。そうしたらそれは作られていくし与えられるっていう感じがしましたね。ちょっと最後にもう一枚引いてみます。
何が終わるんでしょうね。はい、どうですか。このカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さん直感でメッセージを受け取ってみてください。そしてどんなメッセージを受け取ったのか、よかったらコメントで教えてください。何かやっぱり非常にね、神聖なる直感が今働きますよっていう感じで、自分のエゴとかそういったものを超えた何か大きなものが自分に今気づきを与えてくれてるって感じがするので、もったいないと思わずに捨ててしまうみたいなね、何か手放してしまう、一回やめてみる、さらにしてみるっていう感じでいくと、すごくいい改革になるような気がしました。もうタワーにデスに、そしてすごく応援が今来てるっていう感じがしたので、はい、ということでここまでにしておきます。また次回中旬ぐらいに次の動画アップしますが、その前にねちょっと恋愛特化したやつまたちょっとアップしたいと思います。もし何かしら良かったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。